歴史的快挙、プレマ首位返り咲き。2025年12月第3週12月20日付の藤井風に関するニュースをお伝えします。今週は5年4ヶ月ぶりの歴史的快挙のニュースが飛び込んできました。アルバムプレマがチャート首位返り咲き。長期的な人気継続の訳をじっくりお届けします。その他にも来年のグローバルツアーについてのファンの動き、メディア展開の拡大、そして SNS でのファンの熱量という4つの大きな流れが同時に進行した週となりました。この動画ではこれらの動きをライブ活動、作品の評価、メディアの動向、SNS の動向という4つの視点からお伝えしていきます。パート1、プレマの長期ヒット継続、チャート首位返り咲きとロングセラー化の背景。今週、藤井風の最新アルバム、プレマが音楽チャートで再び首位に返り咲いたというニュースが大きな話題となりました。オリコン週間アルバムランキングにおいて、プレマが14週ぶりに1位を獲得したことが報じられました。これは歴史的記録で男性ソロアーティストによる同一作品の通算2度目の1位獲得は、2020年の米津玄師ストレイシープ以来5年4ヶ月ぶりの快挙です。2026年に開催される国内アリーナツアーのチケット先行抽選申し込みが開始されたことなどにより再び注目を集め、9月15日付以来の首位返り咲き14週ぶりを果たしました。これは発売から数ヶ月経過したタイミングでの返り咲きであり、作品の長期的な人気と継続的なファン支持を示す重要な指標です。同じ集計期間における週間合算アルバムランキングでも1位を獲得しており、主要チャートで複数冠を達成しています。ビルボードジャパンの週間アルバムセールスチャートでも首位返り咲きを果たしており、累計売上枚数が35万枚を超えたことが報じられています。今回の再浮上は2026年に開催される国内アリーナツアープレマワールドツアーのチケット先行抽選に日本版 CD 封入のシリアルコードが必要となったことが大きな要因とされていますが、それ以外にもこの作品は単なるリバイバル人気ではなく、作品がリスナーの生活に根付いている証拠と言えるでしょう。このようにプレマが長期間にわたってチャート上位を維持している理由にはいくつかの要因が考えられます。第1に、このアルバムが全編英語詞中心の構成であり、日本国内向けのアルバムでありながら、最初から世界に向けて開かれた設計がなされているという点です。これにより、発売直後に日本のファンが聴いた後も、海外リスナーがストリーミングを通じて遅れて参加し続けるという流入経路が存在します。第2に、ライブツアー情報の発表によるファンの再購入動機が生じたことが挙げられます。ツアー日程が具体化することで、もう一度アルバムを聴き直したいというファンの心理が刺激され、まとめ買いや再購入につながるという好循環が生まれています。このように、プレマは音楽作品としての完成度の高さと、グローバルな発信戦略の相乗効果により、時間とともに聴かれ方を変えながら支持され続けているのです。このあたりのファン心理については、第4章 SNS の動向、風さんファンの熱量でも詳しくお届けします。パート2、プレマワールドツアー2026、ツアー情報の具体化とファン動線の転換。次に、今週最もファンの行動を動かした話題をお伝えします。それは、藤井風の来年のツアー計画に関する情報の具体化です。ここで注目すべきは、いよいよファンの心理状態が大きく転換してきている点です。ご存知の通り、公式サイト及び各音楽ニュースを通じて2026年に開催予定のワールドツアープレマワールドツアーに関する詳細情報が発表されました。このツアーは自身3枚目のアルバムプレマを掲げた大規模ツアーで、アジア6都市でのドームスタジアム規模での開催が予定されています。国内公演の日程については以下のようになっています。福岡のみずほペイペイドームでは2026年11月14日15日、京セラドーム大阪では2026年12月10日12日13日、東京ドームでは2026年12月19日20日での開催が予定されています。海外についてもバンコク、香港、台湾、カオションといった主要都市でのスタジアム公演が予定されており、今後の詳細発表が期待されています。公式サイトではチケット先行受付に関する重要な情報も提示されています。
アルバム「プレマ」の CDLP 風ニューシリアルを使用する最速先行抽選の期間として2025年12月5日18時から2026年1月5日23時59分までが明記されています。さらに国内ドーム公演の前にプレマツアーと呼ばれるアリーナツアーの開催も予定されており、札幌、福井、広島など複数都市での開催が見込まれています。ここで注目すべきは、この情報の具体化によりファンの心理状態が大きく転換したという点です。従来のいつか行きたいという漠然とした期待から、どの会場に申し込むか、チケット先行情報をどう活用するかという現実的な準備フェーズへと移ってきました。このスイッチが入ると、作品の聞かれ方や SNS での盛り上がり方も一段とギアが上がるのです。このツアーはただのライブではありません。アルバム「プレマ」という作品が掲げた言語や文化の壁を越える普遍的な音楽体験をドームスタジアムという大空間でライブとして体現する決断です。それは藤井風の音楽が世界基準で評価・使用されていくことへの自信の表れと言えるでしょう。パート3、作品の評価と海外展開。ミュージックビデオから始まるメディア戦略。今週、アルバム「プレマ」の波及効果が複数の形で可視化されました。まず、収録曲「カスケットガール」のミュージックビデオがファンの間で大きな反響を呼んでいます。この楽曲は英語詞アルバムの中でも特に象徴的な一曲とされており、その映像表現はプレマ全体の世界観を代表するものとして注目されています。SNS 上では欧米・アジア圏問わずカスケットガールの世界観が深い、 MV の象徴性がすごいといった分析的な感想が投稿されており、作品そのものを読み解こうとするファンの動きが活発です。また Spotify や YouTube のコメント欄には英語圏のリスナーからのコメントが多く寄せられており、ビジュアルストーリーテリング、視覚的物語性として評価する声が増えています。これは言葉の壁を越えて作品としての音楽が世界中のリスナーに受け入れられている証拠です。このような反応は単なる感想にとどまりません。SNS ではプレマをもう一度聞き直す、テーマが心に刺さるといった個別考察が共有され、アルバムそのものの再評価ムーブメントが起きています。公式 MV 公開と同時に世界中のファンが作品の文脈や表現を自らの言語で語り合うことで、プレマの普遍性が改めて浮かび上がっているのです。さらにメディア露出の面でも新しい展開が見られています。NHK が藤井風の特番を全編英語化し、 NHK ワールドジャパンを通じて世界放送することが発表されました。昨年出演したタイニーデスクコンサートジャパンの再放送も決定しています。これが重要なのは、海外のファンにとって切り抜きや断片ではなく、公式の番組として同じ物語を同じ温度で受け取れるからです。ライブやツアーはそのアーティストの背景も合わせて見に行くという体験です。メディア情報が揃うことで海外でのライブへの期待と理解が深まり、来年のツアーへの参加動機も高まることが期待されます。パート4、 SNS コミュニティ動向。ファンの熱量とアーティストとの距離感。今週の SNS 動向を見渡すと、藤井風さんの活動に対するファンの熱量が非常に高く、多様な表現や共有が行われていることがわかります。X や Instagram では藤井風、プレマ、カスケットガールなどのハッシュタグが活発に投稿されており、ファン同士が感想や考察、ライブ動向の情報交換を行っています。特にツアー発表後にはどの会場に行くか同行者を探している、セットリスト輸送など具体的なライブ参加に向けた会話が増え、リアルな体験への期待が高まっています。インスタグラムのリールやショート動画ではプレマ関連の映像を BGM にした編集やライブ会場予想、歌詞の解釈動画が数多く投稿され、視聴者同士の共感が広がっています。このようなクリエイティブな活動を通じて、ファンは受動的な消費者から能動的な発信者へと変わっています。海外のファンアカウントでも藤井風さんへの関心が継続しており、ライブ予想、翻訳付きの MV 解説、文化的背景の紹介など国際的な視点で作品を受け止める動きが盛んです。ある英語圏ファンアカウントでは、プレマが2025年のトップアルバムの一つといった投稿があり、作品が世界のリスナーにも響いていることが伺えます。さらにライブツアー発表当日の公式インスタグラム投稿には、ファンからの応援コメントが数千件寄せられており、ありがとう、待ってた、
といった短い言葉の中に熱い期待と支持が込められています。こうしたコメントの多くは多言語で書かれており、藤井風というアーティストが国際的な共有の場になっていることが明確です。また本人のインスタグラムでは2025年12月17日の投稿としてメキシコの伝統的な帽子ソンブレロをかぶった写真が投稿されました。もちろんこのソンブレロを家に持ち帰ったというコメントが添えられており、このような肩の力が抜けた発信がファンからの親近感を高めています。このような日常的な SNS 活動は音楽活動とは直接関係しないように見えながら、実はアーティストとファンの間の距離感を近すぎず遠すぎずに保つ重要な機能を果たしています。海外ファンの反応を見ても音楽だけでなく人柄に惹かれているというコメントが多く見られます。まとめ。今週の藤井風に関するニュースをまとめると、以下の3つの側面から大きな動きが見られました。第1にアルバム「プレマ」がチャートで首位に返り咲き、累計売上35万枚を超えるロングセラーとなったこと。これは単なる初動の成功ではなく、時間とともに聴かれ続けている作品の価値を示しています。第2にプレマワールドツアー2026の具体的な日程発表と先行受付情報の開示以降、ファンの期待がいつかからいつという現実的な準備フェーズへ移行していること。この転換はアルバム再購入や SNS 上の盛り上がりに直結する重要な変化です。第3に NHK 特番の英語版放送やミュージックビデオの海外での評価など、公式とファン両面でのメディア展開が藤井風の音楽を世界的に定着させるための基盤を作っていること。第4に SNS 動向を見渡すと、藤井風さんの活動に対するファンの熱量が非常に高く、多様な表現共有が行われていること。これから年末に向けてツアー詳細情報、英語版特番を見た海外側の反応、そして新たな作品発表など多くの関心が高まることが予想されます。藤井風さんの活動は単なるポップアーティストとしての輝きではなく、世界に開かれた表現者としての着実な歩みを示しています。来週以降も最新トピックや SNS の動向から作品と活動を丁寧にお伝えしていきます。チャンネル登録をいただけると次の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。またメンバーシップでは今月の整い方が1分でわかるラッキーカラー占いをお届けしています。よかったらチャンネルトップのメンバーになるから覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。